1年前、私たちは確かに愛を誓い合った。優しい彼と生きていく。そう心に決めた。だが、結婚直後から夫の態度は一変する。優しかった彼の面影はすでにない。夫はもはや私を女として見ていない。今はまるで家政婦のような扱いである。お前は黙って俺の言うことを聞いていればいいんだ。これが夫の決まり文句。こんな生活がこの先いつまで続くのだろう。そんな私に一筋の光が差し込むことになるなんて、当時の私は知る由もなかった。私の名前は山倉美智香、28歳。父の経営する会社で事務員として働く兼業主婦だ。祖父が経営していた会社は2年前に父が後を継いでいる。会社経営者の娘ということで、昔から私は一線を引かれていた。寄ってくる男性もお金目当ての人ばかり。もちろん、本気で恋愛したことなどない。ある時から私は自分の素性を他人に話さなくなった。そんな時に知り合ったのが、後に夫となる拓磨である。彼を紹介してくれた友人にも、私が社長の娘であることは伏せてもらっていた。拓磨はギャンブルやタバコを一切やらない。酒は飲むが飲まれない。私にとって理想の男性だった。彼は私を好きだ、愛してると言ってくれている。そんな彼となら一生添い遂げられる、そう思った。だが、拓磨と結婚する際、父にこう告げられた。美智香、彼と結婚するのはいいが、お前が社長の娘だということは、彼に黙っててくれないか？お父さん、何度も言ったでしょ？彼はとってもいい人なの。お金目当てなんかじゃ絶対にない。それはそうかもしれないが、そのせいでお前が嫌な思いをするのが嫌なんだよ。でも、結婚して1年経って、それでも拓磨くんが今と変わらなければ、会社の件を一緒に話そう。黙っていたことは、その時に謝ればいい。わかった。お父さんがそこまで言うなら、その通りにするよ。私はひとまず、父の提案に乗った。私がかつて、お金目当ての男性と付き合い、悲しい思いをしたことを父は知っている。心配性の父は、私がまた辛い思いをするのではないかと不安なのだ。父の言う通り、1年経ったら事実を彼に告げればいい。それまでは私はただの事務員だ。このような経緯で私と拓磨は入籍した。そして結婚から1年が経った今、私は未だに彼に事実を打ち明けていない。理由は簡単。彼が以前のような優しい人ではなくなってしまったから。結婚してすぐ彼の態度は冷たくなった。仕事から帰ってくるなり不機嫌になり、私の作った夕飯に小言を言うようになった。夕飯にハンバーグ？子供じゃあるまいし、もっとメニューを考えられないのか？でも拓磨、ハンバーグ好きだったよね。今まで何度も作ってるし。口答えするな。お前はいつも品数が少ないんだよ。ご飯と味噌汁以外にせめて5品はおかずを作れ。5品？そんなに？私も働いてるし、さすがにそこまでは。は？俺がやれと言ったらやるんだよ。お前と結婚してやったんだから、言うことを聞け。ごめんなさい。交際当初の優しさは消え、温かい笑顔は氷のように冷たくなった。
この時はまだ、今日はたまたま機嫌が悪いんだとしか考えていなかったが、夫の言動は次第に悪化していく。結婚から半年が経つ頃には完全な亭主関白になっていた。料理への注文はもちろん、洗濯物の畳み方から掃除の仕方まで、ありとあらゆる家事に文句をつけてくる。少しでも言い返そうものなら、鬼のような形相で怒鳴り散らしてくる。怒鳴られるだけならまだいい。時には作った食事をゴミ箱に捨てられることもあった。結婚から1年が経過しても彼の亭主関白ぶりは変わらない。落ち着くどころか悪化しつつある。つい先日も残業で帰宅が遅れ、帰りが19時過ぎになった。ただいま、と告げる私に、彼は開口一番、声を張り上げた。遅い。お前、今何時だと思ってんだよ。ごめんね。ちょっと仕事が長引いちゃって。すぐ夕飯作るから。仕事が長引いた？お前みたいなただの事務員が残業するほど仕事なんかあるわけねえだろ。本当なんだってば。経理事務もやってるから処理するものが多くて。口答えしてんじゃねえよ。女のくせに夫より遅く帰ってくるとかありえねえ。次俺より遅かったら仕事はやめてもらう。そんな。彼への恐怖から私は言い返すことができなかった。思えばもっと早く彼から離れていればよかったのかもしれない。だが心配する両親を押し切って結婚した手前、事実を打ち明けることができなかった。父や母を悲しませたくない。その一心で私は一人我慢を貫いていた。そんなある日のこと、仕事の休憩中、父に呼ばれて私は応接室に向かった。普段から父の秘書のようなこともしているので、応接室はよく出入りする場所だ。部屋に入ると中にはすでに父の姿があった。どうしたの？そう尋ねる私に父は嬉しそうに言った。拓馬くんと結婚して1年が経っただろ？約束通り彼に事実を話した方がいいと思ってな。あ、そんな約束あったね。なんだ？嬉しくないのか？彼はお金目当てじゃないって、みちかも言ってただろ？それはそうなんだけど、なんていうか、今はちょっと。父は困ったように笑うと、私の肩をポンポン叩いて、なだめる口調になった。拓馬くんと喧嘩でもしたのか？まだ若いし結婚したばかりだし、いろいろあるよな。喧嘩っていうか、心配しなくても大丈夫だ。父さんと母さんも昔はよく喧嘩したものだ。でも今はこうして仲良く添い遂げてる。だからみちかもきっと大丈夫さ。そうよね。お父さんの言う通りだと思う。他に何かあるのか？そんなことないよ。大丈夫。でも、もう少し落ち着いてから話したいかな。まあ、あんまり気を落とすんじゃないぞ。ちょっとした夫婦喧嘩なんてよくあることだ。どうやら父は私たちが些細な夫婦喧嘩をしているだけだと思っている。両親に心配かけまいと、結婚から今まで夫のことは一切相談してこなかった。そのせいか、逆に私たちがうまくいっていると父は思い込んでいるらしい。早く拓馬くんと仲直りするんだぞ。そう言って父は部屋から出て行った。部屋に一人取り残された私は、やり場のない感情に胸が締め付けられた。あれほど心配していた両親を振り切って結婚したのだ。拓馬との関係が悪化していることなど、父には絶対言えない。でも、
いつかは話さないと変に思われるし、父に違和感を与えないためにも、どうにかして夫との関係を保ち続けなければ。そしてあわよくば、彼との関係を良い方向に持っていきたい。その日の夜、夫と話し合うため、私は定時で帰宅し、彼の帰りを待った。夕飯を作り終えたタイミングで彼が帰ってくる。私は早速夫に話を切り出した。たくま、ちょっと話があるんだけど。はあ？こっちは疲れてるんだけど。大事な話なの。ねえ、私たち夫婦なんだよ。私、たくまともっと対等に毎日を楽しく過ごしたいの。対等？はっ、なーに言ってんだ？お前と俺が対等なわけないだろ。夫は私の前髪をつかむとぐいっと引っ張り上げた。いた。つい声が出るも彼が力を緩めることはない。顔をしかめる私を嘲笑うかのように彼はゆっくり口を開いた。いいか？俺はお前と結婚してやった立場なんだよ。お前みたいな地味で出来損ないのクズ女と結婚してやっただけありがたいと思うや。結婚してやった？たくま、私のこと愛してると言ってくれたじゃない。笑わせんなって。従順そうで便利な家政婦になりそうだったから好きなふりしてやっただけだっての。そんな。お前は黙って俺の言うこと聞いてりゃいいんだよ、家政婦さん。夫はそう言うと、私の前髪を引っ張りながら自分の顔に近づけた。その日から、私は期待するのをやめた。彼と対等な立場になんてなれっこない。かといって、両親に心配をかけたくないし、離婚もできない。次第に食欲もなくなっていき、夫という同居人と生活するだけになった。そんな日々を送っていたある日のこと。私は全身の倦怠感で目が覚めた。頭痛い。それに、なんだか寒気がする。熱を測ってみると、なんと40度もある。体の節々が痛む中、無理に体を起こし、夫に声をかけた。たくま、ごめん。今日朝ごはん作れそうにないの。はぁ？なんで？熱が40度もあって、動くのも辛いから、今日は一日寝てていい？すると夫は大きくため息をつき、容赦なく大声を放った。たかが熱で家事サボってんじゃねえよ。さっさと働け、このクズ。そんな、お願い許して。私、本当に体調が悪いの。うるせえ。言い訳すんな。家政婦のくせに主人に立てつきやがって。お願い。今日だけでいいから。お願いします。夫は大きく舌打ちをし、乱暴な音を立ててドアを開けると、そのまま部屋から出て行った。気づくと私の手は震え、体がガタガタと震えている。自分がいかに限界まで追い込まれているかを、私はようやく悟った。このままじゃ、いつか本当に壊れちゃう。こんな生活を続けていたら、身も心もおかしくなる。どうにかしなきゃ。でも、どうしたらいい？打開策を考えたいが、熱のせいで頭が重く、うまく考えが浮かばない。ずーっと気を張り詰めていたからか、私は再び眠りに落ちていた。数時間後、夫の怒鳴り散らす声で目が覚めた。おい、起きろっつってんだろ、このバカ女。え？たくま？すでに窓の外は暗くなっている。だいぶ熱は下がったようだが、まだ体は重く、かすかに頭痛もする。だが、そんな私に構わず、
彼は怒りをぶつけた。何回も連絡したのに、何寝てんだよ。連絡？上司を連れて行くから、酒とつまみ用意しとけってメールしただろうが。ちょっと待って。私が今日具合悪かったの知ってるよね。それなのに上司を連れてきたの？家で飲み直そうって俺が誘ったんだよ。こっちの昇進がかかってんだ。さっさと起きて用意しろ。無理よ。私パジャマだし、そもそも具合が悪いし。うるせえ。早く出てこい。夫は私の腕を引っ張り、無理やりキッチンに立たせると、玄関で待たせているであろう上司のもとへ向かった。すみません、お待たせしちゃって。どうぞどうぞ。玄関から調子よく話す夫の声が聞こえてくる。いいのかい、こんな遅くに。奥さんも迷惑だろ？だから嫁はいないですって。いるのは家政婦だけっす。家政婦？家政婦兼嫁って感じですかね。気にしないでください。そんなことを言いながら、夫は上司をリビングに招き入れる。私はパジャマな上、化粧もしていなかったので、うつむきながら頭を下げた。はじめまして。いつも夫がお世話になっています。すみません、こんな格好で。ああ、課長の牧田です。こちらこそすみません。急にお邪魔してしまって。気にしないでください。すぐ何か用意します。顔を隠すようにキッチンへ戻った私に、夫は容赦なく罵声を浴びせた。おい、さっさとなんか作れよ、ったく。使えねえな。ごめんなさい。もう少し待って。口開いてる暇あるなら手を動かせよ。せっかく課長が来てくれたのに、どこまで醜態さらせば気が済むんだ？ごめんなさい。すみませんね、課長。うちの家政婦、ほんと役立たずで。上司は若干顔を引きつらせ、黙って席に座っている。酒とつまみを用意して運ぶも、夫は、使えねえなぁ、と、チクチク文句を言っていた。夫がトイレに立ったタイミングで、課長の牧田が話しかけてきた。無視できるわけもなく、動揺しつつも声かけに応じる。はい、何か。やっぱり、奥様、あなた、常盤社長の娘さんですよね。私の旧姓は常盤という。彼の言う常盤社長とは私の父のことだ。どうして？以前、取引の件でお父様の会社にお伺いしました。その時、お茶を出してくださいましたよね。あの時の。私は基本、取引先とのやりとりはすべて立ち会っている。私はその都度お茶を出し、父の娘として紹介されていた。そしてこの牧田も、その中の一人だった。夫の勤務先が父の会社の取引先になったことは聞かされていたが、夫が牧田の会社に勤めていることを、まだ父に伝えていなかったのだ。トイレの方向を伺いながら、牧田が小声で続ける。何ですか、あのご主人の態度。彼、家ではいつもあんななんですか？ええ。まさかあなたがこんな目に遭っているなんて、どうして常盤社長に言わないんですか？それは、とにかく、このままにしてはおけません。私に任せてください。牧田は私をまっすぐ見つめると、すぐさま荷物をまとめて帰っていった。その瞬間、今まで私を縛り付けていた何かが、ゆっくりほどけていくのを感じた。ようやく自分の味方ができたような深い安堵を覚える。一方、トイレから戻ってきた夫は、牧田がいないことに呆然としていた。なんで引き止めないんだよ、このグズ。
そう大声で怒鳴られたが、牧田の言葉を信じて耐えることにした。数日後、父に呼び出され、私は会社の応接室へ向かった。部屋に入ると、そこには牧田と青ざめた夫の姿があった。え？どうして拓馬がここに？それに牧田さんも。私は状況がわからず困惑した。場の空気が凍りつく中、父が険しい表情で口を開く。牧田くんから聞いたよ。拓馬くんに散々な扱いを受けていたようだね。それは。わかってる。優しいお前のことだから、私を心配させまいと黙っていたんだろ？お父さん。ありがとう、牧田くん。君のおかげで娘を救うことができた。父の言葉に牧田は頭を下げた。その直後、父は血の気の引いた夫を睨みつけ、冷たく言い放った。拓馬くん、まさか君がそんな最低な人間だったとはね。やはり娘と結婚させるんじゃなかった。待ってください。夫がおののいた様子で弁解する。お父さんがうちの取引先の社長だったなんて俺知らなくて、それに美智香が社長令嬢だってことも。黙れ。知ってたら美智香に優しくしたというのか？正真正銘のクズだな、お前は。違うんです。これには訳が。訳もクソもあるか。お前のことはそっちの会社の社長に報告させてもらう。あの会社の社長とは顔見知りで付き合いも長いからな。そんな。夫は目に涙をため、膝から崩れ落ちた。すると今度はすがるような目つきで私に懇願を始めた。美智香からもお父さんに何か言ってくれよ。何か言え、ですって？私はこれまでの鬱憤を晴らすべく、大声を張り上げた。亭主関白まがいのあんたのせいで、こっちがどんだけ苦しんだと思ってるの？私はずーっと我慢してきた。関係を改善しようと努力もした。それをすべて台無しにしたのはあんたでしょ？人を家政婦扱いして散々暴言浴びせやがって。それがどれほどの屈辱だったか、あんたにわかる？待ってくれ、美智香。許してくれ。うるさい。気安く私の名前を呼ぶな。どれだけ謝られたって、あんたのことは絶対に許さない。あんたが今後、どれだけの苦境に陥ろうと、どうだっていい。ざまあ見ろ。わかったら二度と私の前に現れないで。金輪際、私の人生に関わるな。短歌を切ったタイミングで、夫はボロボロと泣き始めた。牧田はそんな彼の腕を引っ張り、一礼してから応接室を出て行った。その後、私と夫は離婚した。父が拓馬の会社の社長に今回の件を告げたことで、彼は職も同時に失った。拓馬は普段から業務態度が悪かったようで、それらも考慮されての解雇である。正当な理由でクビになったので、退職金も出なかったという。離婚後、元夫は自分の実家に帰ったらしい。とはいえ、すでに義両親にも今回の件は報告済みだ。彼は義父にこっぴどく叱られ、家を追い出されたと聞いた。今は住み込み可能な工場で昼夜問わず働いているらしい。私への慰謝料の支払いもあるため、生活に余裕はないだろう。一方の私はというと、離婚後、父と母の住む実家へ戻った。今ではすっかり立ち直り、仕事に尽力している。あれ以来、牧田と定期的に会うようになり、良い関係を築いている。今はまだ再婚は考えていないが、いつかまた結婚するなら、彼のような人がいい。その時が来たら、今度こそ幸せな家庭を築きたいと思っている。何十分経っただろう。少し席を外すと言って出て行った夫が、
未だに戻ってこない。心配になり電話をかけた私に、彼は慌てた口調でこう切り出した。母さんが緊急搬送された。俺だけ日本に戻る。と。そして彼は勝手に一人で帰国してしまった。お母さんが大変なのはわかるけど、だからって何も新婚旅行中に一人で帰らなくてもいいじゃない。だがその直後、衝撃的な事実が飛び込んでくる。搬送されたはずの義母から私に連絡が入った。私の名前は宮野春菜、27歳。2年の交際の末、夫の祐介と入籍している。彼と夫婦になって半年と少し。これまで通り仕事も続けているし、特に家事に力を入れているわけでもない。結婚前に同棲していたこともあり、新婚の初々しさはないものの、それでも彼と一緒に過ごせる日々は私にとって宝物のようだった。そんな私たちだが、やり残した新婚旅行が迫っている。本来なら入籍してすぐハネムーンの予定だったが、私の仕事が忙しく、やむなく延期になっていた。半年が経ち、会社が閑散期になったこのタイミングで、改めて新婚旅行に行くことにした。とはいえ、少し前から予定は立てていたし、すでに予約も済んでいる。行き先は、彼と交際中からずーっと行きたいと話していたオーストラリア。世界遺産に登録されているオペラハウスを見るため、それを基準に日程を立てていた。会社で抱えていた大きなプロジェクトも無事成功し、あとは旅行で留守の間の引き継ぎを行うだけ。これで心置きなく新婚旅行を楽しめる。私は完全に浮かれていた。数日後に出発が迫ったある日のこと。せっかくの休日にもかかわらず、夫は用事があると言って出かけてしまった。仕方なく家で一人で荷造りしていると、私のスマホが鳴った。手を止めて確認すると、画面にはお母さんの文字がある。私は彼女からの電話に応じた。もしもし、お母さん、どうしました？ああ、久しぶりね、春菜さん。元気にしてる？もうすぐ新婚旅行ね。準備は進んでるの？日程はちゃんと決まってる？私は最近ちょっと腰が痛くてね。あ、そうそう。ちゃんと観光地の下調べも。お母さん、落ち着いてくださいよ。そんな一度に言われても。あら、ごめんなさい。私ってはいつもこうなのよね。思ったことを次々に口にしちゃうから相手を困らせちゃうのよ。前にも言いましたけど、一つ一つゆっくり質問してください。私、ちゃんと答えますから。そうよね。ごめんなさい、春菜さん。何度も注意されてるのに、いっつも忘れちゃうのよ。こんな調子で、義母は少しばかり天然なところがある。天然というより、少し変わっていると言った方が正しいだろうか。義母は思いついたことを次々に口にしては、こちらの返事を待たずにどんどん話を進めてしまう。そのため、会話が噛み合わないこともしばしば。もちろん、悪気があってのことではないと分かっているので、特に苛立つこともない。うちの家内は少し人とずれているところがあるから、気になったら教えてやってくれ。義父から以前そう言われていたこともあり、義母の言動に思ったことがあれば、本人にその都度伝えていた。この日もたわいない話を小一時間続け、キリがないので私の方から電話を切ることにした。切り際、義母は、いつも長くなっちゃってごめんね。楽しかったわ。と言って電話を終える。義母も根は真面目な人なので、私の注意をすんなり受け止めてくれる。だが今回のように、以前注意した内容を忘れてしまうこともしばしば。とはいえ、いつも何かと気遣ってくれ、
私を実の娘のように可愛がってくれる義母のことが私は大好きだった。義母との電話が終わり、中断していた荷造りを再開する。無事に準備が済み、夕飯の準備をしていると、夫が帰ってきた。彼の顔は赤らんでおり、酒を飲んできたであろうことが容易に想像できる。旅行の準備も済んでいないのに、丸一日家事もせず遊んでくるなんて。しかも、私の苛立ちに拍車をかけるかのように、夕飯食ってきたから、と、平然と言いのける。は？食べてきた？だったらなんで連絡してくれないわけ？こっちは旅行の準備もして家事もして、夕飯の用意だってしてたのに。怒りがこみ上げ、私はつい声を荒げてしまった。ねえ、いつも言ってるよね。ご飯いらないときは事前に連絡してって。ああ、悪い悪い。偶然友達と会っちゃってさ、その場のノリで飯食っちゃったんだよ。だからって、連絡くらいできるでしょ？最近こういうこと多いよね。そう。夫が連絡なしに夕飯を済ませてくるのは、これが初めてではない。ここ2ヶ月ほど、彼は頻繁に職場での飲み会に参加している。前もって連絡をくれる場合はいいが、今日みたく何の音沙汰もなしに夕飯を済ませてくることも多い。この件で何度か喧嘩になり、その度に彼は、次から気をつける、と言うが、お察しの通り、彼の言葉にあまり信憑性はない。それどころか、最低限の連絡すらない時が多く、今日みたく喧嘩になってしまうのだ。日々の不満が溜まってきたところで、私は思い切って本音をぶつけてみることにした。ねえ、連絡の入れ忘れ、これで何回目？食材が余っちゃって困るのよ。はあ、だから謝ってるだろ？そんなことでカリカリすんなよ。気分悪いな。どうしてこの状況でユウスケが怒るの？怒りたいのは私の方なのに。謝ってんのにお前がしつこいからだろ？人間なんだから忘れることくらいあんだろうが。わかってるよ。でも、頻度が多すぎるって話をしてるの。どうしてわかってくれないの？もうすぐ新婚旅行だというのに、近頃このような喧嘩ばかり。どうしてこちらの気持ちを理解してくれないのか、悔しさで泣きたくなってしまう。夫はそんな気持ちを汲み取るどころか、怒りの矛先を私に向け始めた。そんなことよりお前、また母さんに嫌がらせしたんだって？は？嫌がらせ？何の話よ？さっき母さんから連絡が来たんだ。今日もまた一気に話しすぎちゃって、春菜さんに注意されちゃった。気をつけないとね、だってさ。それは、お母さんが質問攻めしてきたからよ。確かに注意はしたけど、別に嫌がらせなんかじゃ。言い訳すんな。マジで母さんがかわいそうだわ。これ以上そういうのやめてくれよ。わかったな。夫は私の返事を待たず、リビングを出て行ってしまった。彼との言い合いに必死で、作り途中だった料理が少し焦げてしまった。もう、なんでわかってくれないの？私、そんなに難しいこと言ってないのに。二人の時間も前より確実に減ってるし、こんなので新婚と言えるのかな？言い表しようのない虚無感が私を襲う。少し前まで楽しみにしていた新婚旅行も不安の方が大きくなっていた。数日経っても夫とはギクシャクした関係が続いていた。そのままの状態で私たちは新婚旅行を迎える羽目に。現地の空港に到着すると、ユウスケは早々に私に言った。ごめん、ちょっと電話してくる。え？電話？誰に？ああ、母さんだよ、母さん。着いたら連絡してって言われてるんだ。そうなんだ。別に電話じゃなくて LINE とかでもいいんじゃ。
しつこいな。電話でって言われてんだよ。とにかく電話してくるから。彼はそう言い捨てると、私を置いてどこかへ行ってしまった。見知らぬ場所で一人にされ、困惑と不安に襲われる。ちょっと嘘でしょ？なんで置いていくわけ？電話だったら私と一緒の時でもいいじゃない。何もこんなところに置き去りにしなくたって。見知らぬ場所で思いつきで行動すれば命取りになる。仕方なく私は近くのベンチで夫の戻りを待つことにした。結局30分ほどでようやく彼は戻ってきた。何をそんなに話すことがあったのか。とはいえ、ここで問い詰めればまた言い合いになり、せっかくの新婚旅行が台無しになる。私は苛立ちをぐっとこらえ、旅行を楽しむことにした。翌日は前日泊まった場所の近くで観光することになっている。出かける準備を済ませ、宿泊施設のレストランで朝食をとっていると、彼のスマホが鳴った。画面を確認した彼は、慌てたように私に言った。ああ、また母さんから電話だ。少し席外すわ。え？また？昨日の夜も何度も電話してたよね。んなこと言ったって仕方ないだろ。いちいち突っかかってくんなよ、めんどくさいな。ゆうすけは席を立ち、昨日同様どこかへ行ってしまった。この時すでに私はごまかしようのない違和感を感じていた。というのも、夫は異様なペースで誰かと電話している。宿泊場所に移動してからも、夕食をとっている時も、寝る前にも、彼は母さんから電話だと言い、何度もやりとりしている。これ以上何を話すことがあるのだろう。いくら電話好きの義母とはいえ、一日に何度も電話してくることはほぼない。それなのに、どうして新婚旅行の時に限って？しばらく悶々とした気持ちで夫を待っていたが、一向に戻ってくる気配はない。彼が席を外してからすでに30分以上が経っていた。いくら何でも遅すぎる。そう思った私は夫に電話をかけることにした。ようやく通じたかと思うと、彼は慌てた様子で話し始めた。ああ、ちょうどよかった。今連絡しようと思ってたんだ。俺、先に日本に帰るから。想像もしない言葉に、は？と反射的に声が漏れる。私は何とか言葉を絞り出した。先に帰る？意味がわからない。それより、今どこにいるわけ？母さんが緊急搬送されたらしくて、今危篤状態なんだ。一刻を争うらしいから、俺は先に帰るよ。お母さんが？ちょっと待ってよ。なら私も。お前はいいよ。普段から嫌がらせしかしないお前が顔を見せたって、母さんは嬉しくないだろうしな。は？何よそれ。本気で言ってる？ああ、本気だ。とにかくそういうこと。俺もう空港着くから。じゃあな。ちょっと、ゆうすけ？彼の名を呼んだ時には、すでに電話は切れていた。義母の既得に動揺しつつも、急いで空港へ向かうことにする。すると5分後、突然私のスマホが鳴った。相手の声を聞いた瞬間、私は思わずスマホを落としそうになってしまった。春菜さん？久しぶりね。元気？新婚旅行楽しんでる？え？どうして？なんと、電話の主は義母だった。緊急搬送されて危篤状態のはずの義母から電話がかかってきたのだ。私は恐る恐る電話に応じた。お母さん？本当にお母さんなんですか？何を言ってるの？当たり前じゃない。予想に反して義母は悠長な声を上げた。そうそう、実はね、私今、シドニー国際空港にいるの。空港に？
でも迷っちゃってね。悪いけど春菜さん、空港まで迎えに来てくれない？私も新婚旅行についていくわ。あまりの衝撃に言葉を失った。既得状態のはずの義母が、なぜここに？うまく言葉が出てこない私に、義母は申し訳なさそうに説明を始めた。あ、違うのよ。別に二人の旅行を邪魔しようってわけじゃないの。ちょっとサプライズみたいな感じで、少しでいいから二人と観光したかっただけなのよ。もしかして、嫌だった？ごめんなさい。お父さんにもやめとけと言われたんだけど、どうしても春菜さんと一緒に旅行がしたくて。声の様子から彼女が嘘をついているようには思えない。私は義母に問いかけた。お母さん、お体は大丈夫なんですか？え？体？ああ、この前言ってた腰のことなら。そうじゃなくて、お母さん、緊急搬送されたんですよね。危篤状態なんじゃ。何を言ってるの？元気だけが取り柄なのに、そんなことあるわけないじゃない。その瞬間、これまで築いてきた夫への信頼が一気に崩れていくのを感じた。信頼も、愛も、何もかも、すべてが一瞬にして崩れ落ちていった。私は事情を説明し、夫には内緒で義母と共に帰国することになった。案の定、夫は家に戻っていないらしく、部屋の中は出かけた時と何一つ変わらない。ただ一つ違うのは、隣に夫がいないということだけ。複雑な気持ちのまま、私は興信所に夫の身辺調査を依頼した。ここ最近の彼の行動を徹底的に洗ってもらうのだ。その結果、夫は予想通り浮気をしていた。私には義母が既得だと嘘をつき、帰国後に浮気相手の家で愛を育んでいたのだ。どこかでそんな気はしていたので、自然と涙は出てこない。怒りだけがものすごい勢いで込み上げてきた。絶対に許さない。地獄に突き落としてやる。確実な浮気の証拠を得た私は荷物をまとめて実家へ向かった。記入済みの離婚届をテーブルに置き、夫からの電話を待つ。翌日は本来なら新婚旅行から帰国する予定の日だ。おそらく夫もこの日に合わせて一度家に帰ってくるだろう。すると案の定、正午を過ぎたあたりで祐介から電話がかかってきた。開口一番、どういうことだ？と彼が叫ぶ。私は静かに口を開いた。どういうことだ？それ、私のセリフなんだけど、今までどこにいたわけ？決まってるだろ。母さんの付き添いで病院に。お母さんの付き添いね。知ってた？あんたが勝手に帰国したあの日、お母さんわざわざオーストラリアまで来たのよ。私たちと一緒に旅行するために。は？そんなわけない。母さんが仲の悪いお前と一緒に旅行なんて。何を勘違いしてるか知らないけど、私とお母さんの関係は悪くない。そりゃ、少し天然なお母さんに注意することはあるけど、それはあくまで娘としてよ。嫌がらせなんかじゃない。じゃあ、この離婚届はなんだよ。俺が勝手に帰ったから怒ってんのか？浮気がバレてないと思い込んでいる彼に、私ははっきり言ってやった。怒ってる？もう怒りなんて感情はとっくにないわよ。私はね、呆れてんの。自分の母親を既得状態ってことにして浮気をするようなクソ男にね、あんたがここまでどうしようもない人間だとは思わなかった。心底愛想が尽きたわよ。どうして？興信所で調べてもらったの。お母さんが私たちに内緒で会いに来た。それがあんたの運の尽き。あんたの誤算は私とお母さんの仲を見誤ったことよ。
さっさとその離婚届にサインして私と縁を切って、そして二度と私の前に現れるな。スマホに向かってそう吐き捨て、勢いよく電話を切る。そのまま彼の連絡先を削除し、完全に縁を切った。その後、私は弁護士に依頼し、彼と浮気相手に慰謝料を請求。なかなか離婚に応じなかった夫も、弁護士からの連絡におじけづいたのか、慰謝料という言葉を切り出した途端、離婚届にあっさりサインした。慰謝料を請求された途端、浮気相手は祐介を捨てたという。彼は慰謝料の支払いのために闇金から借金をしたらしく、会社にも取り立て人が来たそうで、結果、彼は信用性に欠けるという理由で会社をクビになった。この一件はもちろん義両親にも伝わっており、激怒した義父によって彼は感動されてしまった。義母に関しては、息子を戸籍から抜くとまで言い出した。私はどうやら思っていた以上に義父母から可愛がられていたらしい。ここまで怒ってくれた義両親に涙が止まらなかった。こうして彼は会社や浮気相手だけでなく家族からも見捨てられた。傍から見たら気の毒かもしれないが、私としては願ったり叶ったりの結果だ。自業自得としか言えない。一方の私はというと、今でも義両親との関係を続けている。祐介とは離婚したが、私たちが義理の家族という事実は変わらない。離婚後も変わらず接してくれる義父母には感謝しかない。こんなことになってしまい、少なからず申し訳なさは感じている。今後は義両親に少しでも恩を返せるような生き方をしていきたい。お姉ちゃんごめんね。旦那さんは私のものになるから。ある日、夫の浮気が発覚する。その相手は、まさかの妹だった。1歳違いの妹とは、これまで友達のように接してきた。夫のことで相談もしたし、3人で食事だって。それなのに、なんでこんなことに。この状況になってようやく気づいた。何も知らなかったのは私ただ一人だったということに。私の知らないところで彼らは愛を育んでいた。だが妹はまだ知らない。私と夫の間にある秘密があることを。私の名前は佐久間里乃、30歳。大学卒業後は金融会社へ就職。今は経営コンサルタントとして忙しい日々を送っている。ただがむしゃらに働いているわけではなく、仕事にやりがいを感じている。しっかりとした福利厚生、それと良い給料ももらえているので、むしろ十分すぎるくらいと言えるだろう。そんな私は1年前に結婚している。夫の優斗は大学時代の同級生で、今は営業の仕事をしている。私のような職種とは違い、夫は見ず知らずの家に訪問して契約を取る仕事だ。もちろん、客はいい人たちばかりではなく、中には大声で怒鳴りつける人もいるらしい。そのせいか、夫なりにストレスはあるようで、最近では会社の愚痴しか言わない。大変なのはわかるが、愚痴というのは聞き手にとっていい気持ちにはならない。それでも妻として、少しでも夫の気分が軽くなるよう、日々彼をサポートしていた。そんなある日のこと。仕事から帰宅した私はいつものように夕飯の準備に取り掛かった。夫の帰りに合わせてキッチンで作業をしていると、スマホの振動が着信を知らせた。画面には未登録の番号が表示されている。知り合いの可能性もあるので、私はひとまず電話に出ることにした。はい、もしもし。佐久間里乃さんでしょうか。はい、そうですが。こちら、AB カードローン会社ですが、今すぐ返済をお願いします。
はい？返済？何の話でしょうか？佐久間優斗さんが弊社から500万円を借り入れており、利子を含めると現在700万円になっています。優斗さんと連絡が取れないので、保証人であるリノさんにご連絡した次第です。保証人？私がですか？夫が500万円もの大金を借りた？そんな話、彼から何も聞いていない。しかも、返済期限はとっくに過ぎており、今では借金が700万円にまで膨らんでいるという。それだけではない。彼は私を借金の保証人にしたというのだ。優斗と連絡が取れないという部分も気になる。なぜなら彼はいつものように出勤し、いつものように会社から帰っているからだ。解決すべき問題が多すぎて、頭の中はフリーズ寸前だ。状況が理解できない私に担当者は冷たく言い放った。このまま返済を放置すれば、利子はどんどん膨れ上がっていきますよ。返済を拒むのであれば、すぐに1000万円を超えるでしょう。ちょっと待ってください。私は何も知らなくて。あなたが知らなかったかどうかは、こちらには関係ありません。お宅の旦那さんがあなたを保証人にしているわけですから、払ってもらわなければ困ります。でも、700万円なんてお金、私には。払わなければ、旦那さんの人生は終わりますよ。なるべく早い返済をお願いします。そんな。夫が借り入れたカード会社は、どうやら危ないところだったらしい。ざっと計算して、半年で利子は100万円。どう考えても金利が高すぎるし、担当者の口調もどこか脅迫じみているように感じる。そんな危ないところから金を借り、私を勝手に保証人にしたなんて。だが、今はそんなことなど気にしていられない。こちらの名前と番号がバレている以上、逃げることはできないのだから。夫から話を聞かないことにはどうにもならない。そう思った私は、ひとまず彼の帰りを待つことにした。夫が帰ってきたのは30分が経過した頃のこと。私はすぐさま彼に詰め寄り、ことの詳細を尋ねた。ねえ、さっき AB カードローンってところから電話がかかってきたんだけど。700万円返済しろと言われたわ。しかも、私が保証人になってるって。それは。どういうことかちゃんと説明して。私、優斗が借金してるなんて全然知らなかったんだけど。ごめん。ずーっと話さなきゃとは思ってたんだ。夫はみるみる真っ青になり、うつむいて言葉を詰まらせている。そんな彼に、私は容赦なく続けた。一体どうなってるの？ 500 万借りたんだよね。なんでそんな大金が必要だったの？そのお金を何に使ったの？実は、半年前、飲み会で先輩に教えてもらったんだ。スマホで競馬予想ができるって。そしたらすぐに当たっちゃってそこからハマっちゃってさ。で、気づいたらのめり込んでてさ。外れても次は当たると思うようになって。給料は生活費でほぼ消えてくだろ。だから金が必要だったんだ。だからって500万円も。なんでそんな大金？すぐに返せると思ったんだよ。当たれば何倍にもなる。だから500万くらいすぐ返せると思ったんだ。話を聞く限り、たった一度、ビギナーズラックで当たっただけではないか。それなのに、自分の実力を過信し、競馬にのめり込んでしまうなんて、到底、はいそうですか、とは言えない。私にバレたことがよほど嫌だったのか、夫は肩を震わせている。その様子に若干胸が痛んだものの、このまま何もしないわけにはいかない。消費者金融から電話がかかってきた時は正直驚いたし、夫に幻滅して離婚も考えた。
それでも愛し合って結婚したのだから、もう一度頑張ってみよう。そう考え直したのだ。私はひとまず今後について夫と話し合うことにした。言うと、借りちゃったものは仕方ないし、借りたこと自体を責めるつもりはない。私を勝手に保証人にしたことも今はどうでもいい。リノ、すまない。もちろん、許してるわけじゃないよ。でも、このままバカみたいに利子が膨らんでいくのを放ってはおけないでしょ？そうだよな。うん。私も手伝う。だから、早く払い切っちゃおう。700万円を。リノ、ありがとう。本当にありがとう。こうして私は、夫の借金返済に協力することを決めた。幸いなことに、私は独身時代にそこそこ貯金しており、毎月もらえる給料も夫の2倍以上ある。これ以上利子が増えないためにも、なるべく早く返済しなければならない。後日私は、自身の口座から計700万円を例の消費者金融会社へ振り込んだ。最終的に利子も含めてきっちり払い切ることができた。そのことを夫に告げると、彼は申し訳なさそうに小さくつぶやいた。リノ、本当にごめん。それから、ありがとう。もういいよ。終わったことだし、よかったじゃん。本当に、リノのおかげだよ。もう絶対、こんなことしないでね。この前、給料が生活費で消えると言ってたけど、普段は私の方が多く出してるよね。ユートからは毎月7万円しかもらってない。これからは、ちゃんと常識の範囲内で使ってくれる？俺ってほら、営業職だろ？ノルマも厳しくて、最近は給料がガクッと減ってたんだ。だから貯金もろくにできなくて。確かに夫の職業は契約数によって給料が変動する仕組みらしい。だからといって、毎月7万円以上は優にもらっているはず。彼からの7万以外は全額私が生活費を出している。ギャンブルに500万も出さなくても、娯楽に使えるお金はそれなりにあるはずだが。とりあえず、もう絶対にギャンブルには手を出さないと夫は約束した。目の前で競馬アプリも消去し、私が払った700万円も少しずつ返すと言ってくれた。だが、この時の私の選択は、どうやら間違っていたらしい。それに気づいたのは数ヶ月後のこと。借金返済後、私たちは特に大きな問題もなく穏やかに過ごしていた。変わったことといえば、夫の残業が頻繁になったことくらいか。そんなある日のこと、ソファーで寝落ちしていた夫のスマホが私の目に入ってしまった。え？これ、どういうこと？夫のスマホには私の妹、まゆからメッセージが届いていた。今日も楽しかった。今度のデート楽しみ。内容を見るに、どう考えても浮気関係。どうして？なんでまゆが？今までずーっと友達みたいに何でも相談してきたのに。ゆうとと3人でいろんなところに出かけたりもしたのに。こんなのひどすぎる。私はすぐさま夫を叩き起こし、事実を問い詰めた。ねえ、これどういうこと？なんでまゆからこんなメッセージが来てるの？いや、それは。もういい。まゆを今からここに呼ぶわ。ちょっと待ってくれ。それだけは。真っ青になって懇願する夫を無視し、私は妹に電話をかけた。声色から何かを察したのか、こちらの呼び出しに妹は2つ返事で OK した。30分後、妹が我が家に到着した。青ざめる夫とは対照的に、妹のまゆは終始余裕な表情を浮かべている。そんな彼女に、私は単刀直入に聞いた。まゆ、ここに呼んだ理由はわかるよね。
お姉ちゃん、顔が怖い。妹が自分の旦那と関係を持ってたことがそんなにショックだったの？認めるのね。もちろん。ゆうくんいつもは返事が早いのに、さっきのメッセージにはなかなか返事が来なかったからさ。その上お姉ちゃんが怖い声で電話してきたでしょ？すぐに察したよ。黙り込む私を伺うかのように、まゆがこちらを覗き込んでくる。続けて彼女は堂々と私に言い放った。ごめんね、お姉ちゃん。ゆうとさん、私の方が好きなんだって。は？少し前から話してたんだ。お姉ちゃんと離婚して、早く一緒になりたいねって。なんでよ。なんでそんなこと。お姉ちゃん、ごめんね。旦那さんは私のものになるから。悪いけど、さっさと別れてくれる？満面の笑みで言い切る妹に、呆れて言葉も出てこない。何もなければ可愛い顔なのだが、今となっては悪魔の微笑みでしかない。まゆと同じ気持ちなの？夫にそう確認すると、彼は黙ってうなずいた。どうやら彼らは1年以上も前から関係を持っていたらしい。1年前といえば、私と夫が結婚した直後のことだ。頻繁にお金がないと言っていたのは、妹とのデート代につぎ込んでいたかららしい。借りた500万のうち、いくらかは妹のために使われたのだろう。その上競馬にはまって借金をし、それを私はバカみたいに返済した。これまで夫のためを思ってしてきた行動はすべて無意味だった。彼との将来のために自らを犠牲にして借金を肩代わりした自分がまるでピエロじゃないか。その瞬間だった。私の中にどす黒い感情がドロドロと溢れ出したのは。人を勝手に借金の保証人にした上に妹と浮気なんて。その少ない給料をあんたは浮気に使ってたのね。許せない。二人を必ず地獄に突き落としてやる。そこで私は初めて離婚を決意した。妹に何かを吹き込まれたのだろう。夫は以前から用意していたらしい離婚届を私に突き出してきた。これ、書いてくれ。頼むよ。わかったわ。自分の欄を記入し、出ていくための荷物をまとめる。離婚届と一緒に我が家を出るまでの間、妹はニタニタしながら私を見つめていた。数日後、私は弁護士に依頼して彼らに慰謝料を請求した。続けてもう一つ、あることを相談する。やがて実家に戻った私は両親と暮らし始めた。優斗とまゆの浮気の件を告げると、最初こそ両親は激怒していたが、それも次第に落ち着いた。とはいえ、私はまだ妹を許したわけではない。彼女とはもう二度と関わらないと決めていた。この日、両親と夕飯を囲んでいるとインターホンが鳴った。私が出るよ、と言って席を立ち玄関へ向かう。扉を開くと、そこには鬼の形相をした眉の姿があった。私の顔を見るなり、開口一番、怒鳴り声を上げる。ちょっと、一体どういうこと？いきなり何よ。私、もうあんたとは関わりたくないんだけど。ちゃんと説明して。ゆうくん、なんであんなにお金がないの？貯金もほぼゼロなんだけど。それが何？私には関係ないでしょ？すべてお姉ちゃんのせいよ。ゆうくん、前はあんなに羽振りが良かったのに、私と籍を入れた途端、散々な生活になってるんだけど。妹の話によると、私が出て行った後、すぐに優斗と結婚したらしい。待望の新婚生活が始まったものの、彼は金銭的に余裕がなく、以前のようなデートはさっぱりできなくなったとか。それもそのはず。
今まであの家の家賃や生活費を負担していたのは、ほぼ私なのだから。そこそこのマンションに住んでいられたのも、私の収入があったから。それらを今はユウトが負担することになったため、彼が自由に使えるお金はほぼゼロ。何も知らないマユは、そんな極貧生活に耐えかねて、私に文句を言いに来たのだ。ただの八つ当たりに過ぎないが、私にはもう関係のないこと。玄関を閉めようとすると、彼女は目の色を変えて言い放った。ちょっと待ちなさいよ。お金返して。は？お金？何の話？とぼけないで、ゆうくんから借りた700万を返せ。700万？そうよ。お姉ちゃん、結婚生活でゆうくんに700万を借りたんでしょ？そのせいで貯金がゼロになったってゆうくんから聞いたんだから。息を荒げて怒鳴りつける妹。そんな彼女に、私は思わず吹き出してしまった。何がおかしいのよ。ああ、ごめん。あんたがとんでもない見当違いをしてるから。どういうこと？何言ってるのよ。だって、700万を貸したのはあいつじゃない。私だもの。へ？妹は目を丸め、先ほどまでの威勢が嘘だったかのようにおとなしくなっている。そんな彼女に、私は事実を打ち明けた。あいつから何を聞いたか知らないけど、700万はあいつが借金したお金。それを私が立て替えて一括で返済したの。嘘でしょ？ゆうくんが借金なんてそんなことあるわけ。信じないならどうぞご自由に。こっちはもう弁護士さんに頼んで求償権を使うことになってるから。求償権？代わりに払った分を請求できる権利があるの。それを使ってユウトから700万を取り返す予定だから。冗談でしょ？慰謝料だって払わされたのに、そんなものまで。眉は顔面蒼白になり、心なしか声も震えている。絶望の表情を浮かべる妹に、私は容赦なく言い捨てた。慰謝料を払わされた？そうなったのは誰のせい？あんたたちが浮気なんかしたからでしょ？あんたはね、慰謝料を払って当然のことをしたの。それなのに、何でもかんでも人のせいにして、どこまで迷惑かければ気が済むの？待って、私本当に生活が。あんたたちの生活がどうなろうと知ったことじゃないわ。むしろ苦しんでくれるなら好都合。私を裏切って散々馬鹿にしたんだから、それくらいの天罰が下ってもおかしくないわ。お姉ちゃん、許して。私はもうあんたの姉なんかじゃない。私も家族もみんなあんたとは縁を切ったから。何があっても助けるつもりはないから、さっさと目の前から消えて。私は力強くドアを閉めて鍵をかけ、玄関先で叫び続ける彼女を放置した。その後、元夫と妹はあのマンションに住み続けることができず、安アパートに引っ越したらしい。毎日のように喧嘩を繰り返した挙句、最終的に離婚したという。彼との結婚を機に仕事を辞めていたマユは、今ではバイトを掛け持ちしているらしい。一方のユウタは、求償権によって請求された700万を払うため、ダブルワークを始めたという。二人とも穏やかな生活とは程遠く、その日暮らしの日々。落ち着いた生活は、まだまだ先のことだろう。一方の私はというと、今でも両親と平和に暮らしている。仕事も趣味も、父と母との時間も、すべてが充実している。離婚までにいろんなことがあったが、すべてが終わった今、心は晴れやかだ。これからは自分の幸せだけを考え、楽しく生きていこうと思っている。